はい、こんにちは。今日はですね、Android モニターのご紹介をしようと思うんですが、今回ご紹介するのが BMW の Android モニターではなく、ポルシェのカイエンマカン、こちらの Android モニターのご紹介をしたいと思います。以前ですね、去年の秋ぐらいですか、Android を取り付けたのを、動画にさせてもらったんですが、配線関係の方をご紹介してなかったので、今回機会がありましたのでご紹介したいと思います。ご紹介するのがこちらですね。ポルシェのカイエンマカン専用の Android モニターです。こちらの方の説明をしたいんですが、今回ですね、配線の方のご紹介したいと思います。というのは BMW やメルセデスと違ってですね、カプラーオンではないので、車側もしくは Android 側の配線をかなり加工しなければいけません。なのでそちらの方のですね、簡単なやり方ですね、ご紹介したいと思います。でそれに伴って Android 側もちょっと設定しなければいけませんので、そちらの方のご紹介も簡単にしたいと思います。まずですね、配線の方からちょっとご説明しますね。今このように仮つなぎしてるんですが、本来はですね、ここにたくさんカプラーありますが、ここに関しては特にご紹介するものがないので、まずは配線のことに関していきたいと思います。こちらがですね、純正のこの Android についてるカプラーなんですが、これ欧州車規格の最近の、カプラーですよね。なんていうカプラーだったかな、ちょっと忘れたんですけども、こちらのカプラーは、日本仕様のポルシェには使えません。なので配線をほぼカットして使うような形になります。Android 側はこちらのカプラーの方は加工する必要はないんですが、こちらの方のですね、電源関係だとか CAN のハイとローとかですね、この辺を接続するのにかなりばらさなければいけないので、そこのところだけ必要になりますのでご注意ください。まず第一にスピーカーですね。この辺のイルミネーションだとか車速だとか、その辺はちょっと今回あえて無視しますね。まずスピーカー線、こちらなんですが、このようにバラでなってます。ポルシェの車側の方ですね。スピーカー線あるんですが、そのままつなぐと音出ません。特にポルシェは多分おそらく坊主仕様になっている車がほとんどじゃないかなと思うんですが、そのまま配線通りにつなぐと音がおかしなことになります。いわゆる坊主なのでインピーダンスが違いますから、いわゆる抵抗ですよね。ですからその抵抗を合わせてあげなければいけません。坊主なので大概1オームだと思うんですが、その場合にスピーカー線にアッテネートをかけてあげないとスピーカーが暴走します。ボリューム1でフルマックスみたいな感じになってしまいますので、スピーカーのところのアッテネーターがいります。ただですね、今まではですね PB というメーカーの商品を使えば簡単に、車側は加工することなくそのまま接続できたんですが、今 PB という会社がですねなくなってしまったんですね。去年の秋に廃業されてしまったんですよ。なのでこの配線がないんですよね。ただもしかしたらちょっと配線の加工は必要なんですが、抵抗値を合わせてあげるものがありますので、もしそれで良ければ いくらかはお譲りすることができます。 PB の商品が3万5000円ぐらい、スピーカーのアテネーターがそれぐらいの値段したんですが、1万円ぐらいで良ければ 2,3 個ぐらいだったらちょっと配線は加工しなきゃいけないんですけどね、ありますので、もしよかったら欲しい方がいたらおっしゃってください。スピーカーはですね、そのままつないでも音が鳴りませんので、鳴らないっていうか音が暴走しますのでおかしなことになりますから、必ずスピーカーに関してはアッテネートしてください。あとですね、こちらが CAN の TXRX ってあるんですけど、これは使いません。エンジンスターターとかに使うやつなのでこちらは使いません。実際エンジンスターター使えないと思いますので、ここにですねCAN の配線、茶色い線があるんですが、この CAN のハイとローをつないであげないと車の情報が取れません。ここの茶色の線ですね。ですからここほとんど全部ではないんですが、必要な分だけ接続して切断して接続し直す。例えばここの電源線だとか、この向こうの黒線、ここは切断して電源をこのようにですね、今無理やりちょっと供給してますけど、接続してあげないと
電源立ち上がりませんので、そもそもがこのカプラ使えませんから接続し直す必要があります。ここの配列に関しては、例えばその RCA とか映像系バックカメラとかですね、リアカメラがあるんですが、この辺のリアカメラは使いますので、全てを切断しないでください。全てを切断してしまうとまたおかしなことになりますので、このようにバックカメラの RCA がここに入ってますから、それは活かして、バックカメラの変換のアダプターはこちらの Android 側に入ってます。なのでその辺は心配ないんですが、例えばこちらのラジオなんかも純正を変換して接続するんですが、そちらの方のカプラーも変換も入ってます。なのでちょっとここのところややこしいので分かりにくいかもしれませんが、要はですね、CAN のハイとローと、あともう一つですね、これがキー1とキー2っていうのがあるんですが、これはこれで接続しないと今度はステアリングリモコンが使えません。こちらはまたダイレクトに車側に接続しなければいけないんですが、そこのところは日産の天品カプラーだったかなを買って、今度はそちら側を加工してつないであげてください。でカプラー側の方にキー1とキー2の配線があると思いますので、それをまず接続してください。それともう一個、こちらのカプラーにはアクセサリー電源ないですから、こちらの ACC に電源を供給してあげてください。ですから電源とアースとアクセサリー、これで初めて Android ナビゲーションが立ち上がります。その3点ですね、注意してやってみてください。そうしないと買ったはいいけども動かないということになりかねませんので、まずはその辺だけちょっと気をつけてください。それとですね、今度は本体側の設定ですね。こちらをちょっと言ってみます。ほとんどの場合は、ナビなんかはつないでもらったら勝手に Google マップだとか他のマップが使えるんですが、ラジオもそのまま、日本の周波数で使えます。今ちょっとつながってないので出てきませんけども、音楽、あとはビデオ、あとは携帯ですね、つないでやってもらったらいいと思います。この辺はもう特になんですが、このセットアップですね、ここのところで一番最初にデフォルトのマップですね、ここをカーナビを何にするのか、デフォルトの動画プレイヤーを YouTube、音楽プレイヤーは Apple Music、ラジオですね。この辺は、細かく設定できますので、例えばデフォルトの動画プレイヤーを YouTube じゃなく、例えば Netflix だとかいう風にしとけば Netflix になるという形ですね。ただアプリはあらかじめダウンロードしておく必要がありますので、その辺は接続した後にやってみてください。あとですね、ここにホイールというのがあるんですが、これを押してもらうとステアリングリモコンを学習させるようになるんですね。この辺は国産車のナビゲーションと一緒だと思うんですけども、つないでもらってそれぞれステアリングリモコンを押しながら、この使いたいボタンですねをそれぞれ押してもらうと学習してくれます。ただ全てのボタンが使えませんので、その辺はちょっと気をつけてください。あとですね、こちらの詳細設定でネットワークのインターネット、こちらをまずはテザリングなりポケット Wi-Fi でつないでもらってダウンロードしてもらう形になります。で、詳細設定、こちらいわゆる BM でいう工場設定なんですが、暗証番号が456789ですね。で OK。 そうするとこのようになります。でCAN の配線をつないだ後ですね、例えば車の右のドアを開けると左が開いたような表示になったり、左のドアを開けると右のドアが開いたような、表示になったりするので、ここに関してはこの右ペプチド、こちらを切り替えてください。そうすると正常に戻りますので、切り替えたら必ずセーブ&リブート、これを押してもらうことによって記憶します。それとですね、一番上にカータイプっていうのが今マカン H というのがありますね。これを押してもらうとマカン L とマカン H というものがあるんですね。でこれは動く方を設定してあげてください。でなぜかですね、海塩、マカン用に作られてるんですが、海塩の表示がありません。これは表示がないのがおそらく正常じゃないかなと思うんですが、マカンと海塩を共通で使ってるんだと思うんですけどね。
なぜか海縁がないんですけど、これはなくて正常のようです。でなぜかトヨタというのがあるんですが、これもおそらく共用で作られてるからなんですかね。形というより Android そのものが共用で作られてるなのかもしれません。はい、これで戻りました。で必ず最後にセーブ&リブート、これで再起動しますので、これで記憶が完了します。あと Android のですね、配線というか設定とかですね、その辺は多分やっていただいたらそんなに難しくはないと思うので、ぜひこういうものもありますので、ポルシェのナビゲーションちょっとちっちゃいですよね。7インチだったかな。でここの縦型のやっぱり画面が大きくなりましたので、いい感じだと思いますので、もしよかったらですね、こういうものもありますのでということでご紹介させてもらいました。で今回ですね紹介させてもらった Android なんですが、これは東京の後付け屋さんというところの商品なんですね。で聞くところによるとハリークなんかで売ってる商品と一緒なんですが、後付け屋さんはオリジナルでアプリケーションを開発してこの中に入れられてるので、現地で売ってるものとはちょっと違うようです。なのでどちらがいいとは言えません。僕はですね、正直後付け屋さんの商品も日本に、入れてですね、在庫を持って商売されているので、アメ車関係の車用のものがやっぱり結構多いみたいなんですが、こういう Android、売ってますので、アフターとかですね、その辺がやはり、心配な方はこちらのメーカーさんで買われるのはいかがでしょうか。アリエクでも同じものが売ってますので、多分中身は違うと思うんですけどね、ちょっと僕見たことないんですけども、そのあたりですね、ご心配な方は後付け屋さん、自分で全部やってみたいと言われる方は輸入して購入されるのもいいんじゃないかなと思います。で先ほども言いましたように、CAN のハイとローと、もしくは、ステアリングの方ですね、もし分かりにくいようであればメールにてご質問いただいたらですね、データは少し持ってますので、そちらの方を、メールにて添付で、お送りしますので、わからない方があればお問い合わせください。はい、というわけでですね、今日は、ポルシェのカイエン魔漢用の Android モニターのご紹介でした。ありがとうございました。